はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。今回の動画はファクションガーディアン、エンパワー、任命についてご説明していきます。すでにご存知の方もぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ファクションガーディアンとは、ガーディアンリングを選択して左の項目の上から2段目、ファクションガーディアンを選択します。ファクションガーディアンは今のところ15のファクションごとに分かれています。どれかのファクションを選択してみてください。それぞれレジェンダリー、エピック、レアがペアで5セットずつ並んでいます。ミスティック、アンコモン、コモンはありません。ここでは重複した英雄を2体で1セットとして設置します。そうするとそのファクションのステータスを底上げすることができます。ただし、そのファクションのそのレアリティの英雄のみ底上げされます。底上げされる上昇値は記載されている通りです。左から HP、攻撃力、精度と耐性、防御力、スピードです。最後がスピードなので、できるだけ5セット目たいところです。3セット目と5セット目の上昇値はレアリティが高くなるほど高いですね。例えば、精度と耐性はレアでプラス7、エピックでプラス15、レジェンダリーでプラス30、スピードはレアでプラス3、エピックでプラス6、レジェンダリーでプラス10です。例えばこの場合は、バナーロードのレジェンダリーは HP しか底上げされていません。エピックは防御力まで、レアはスピードまで全て底上げされています。ですので、可能な限り設置することをお勧めします。埋まれば埋まるほど、そのファクションのそのレアリティの英雄が強くなるので、埋めていかない理由はありません。実際にファクションガーディアンの上昇値が英雄のステータスに反映されているか確認してみましょう。英雄の総合ステータス画面を開きます。ここですね。ファクションガーディアンで上昇させた分がきちんと加算されています。この後説明するエンパワーの上昇値もここに表示されています。セットの仕方。必ず左の枠から同じ英雄で埋めていく必要があります。枠を選択すると2人以上持っている英雄のみ表示されます。英雄のアイコンの箱のマークは英雄待機ボックスのメインにいますよという表示で、人のマークはリザーブにいますよという表示です。好きな英雄を選びましょう。解除すると、こうして1人または2人解除してしまうと、その先のステータスアップは消えてしまいます。左詰めで埋めていきましょう。逆にボックスを開くと、ファクションガーディアンにセットした英雄はアイコンに黄色いマークがつきます。このマークがついていると、ファクションガーディアンにセットしていますよという印です。エンパワーとファクションガーディアン。重複した英雄は、1、そのまま。2、ファクションガーディアンにセットする。3、エンパワーする。4、餌にするなど選択肢があります。エンパワーもガーディアンリングの中にあります。左の項目の上から3段目。ここでは重複した英雄を最大4回までエンパワーができます。英雄1体だけをステータス上昇させる場所です。エンパワーできるのはミスティック、レジェンダリー、エピック英雄です。エンパワーすると餌になった英雄は消えて強くした英雄に吸収されます。リディアやウロストなど重複できない英雄は代わりに餌にできる英雄がいます。どの英雄が重複英雄としてエンパワーの餌となるかはインフォメーションマークを押すと見れます。そしてエンパワーするとどのステータスがどのくらい上昇するかは上のエンパワーボーナスタブを選択します。ミスティックはガーディアンリングにセットできないので重複したらそのままかエンパワーするかですね。エンパワーをするとファクションガーディアンを埋めた時のようにステータスが上昇します。ミスティックとレジェンダリーはエンパワー2回目と4回目でスピードも上昇します。4回目まで来るとファクションガーディアンにはなかったクリ率とクリダメも上昇します。エピックだとエンパワー2回目でクリダメも 5% 上昇します。ただし上昇するのはエンパワーした英雄のみです。エンパワーした英雄は回数によってアイコンに黄色い文字でプラス1、プラス2、プラス3、プラス4と表示されます。ファクションガーディアンでファクションの英雄たちを全体的にステータスアップしていくか、エンパワーで個別に英雄を強くしていくか、迷いませんか？答えとしては、ファクションガーディアン優先がおすすめです。まずそのファクションを全体的に強くしていきます。そしてファクションガーディアンがいっぱいになったらエンパワーしていきます。でも時間もかかるので先に強くしたい英雄がいたらエンパワーしてもいいし、楽しいように進めていただいて問題ありません。
任命。私が始めた頃は任命はなくて、2025年に実装されたんだったかな？この任命ボタンはご注意ください。選択するとこのようなウィンドウが出ます。このファクションガーディアンを任命しますか？注意。ファクションガーディアンに任命された英雄は他の用途で使用できなくなります。と書いてあります。怖い告知です。皆さんにはこの動画で任命するとどんな風になるのかご覧いただきたいので、こちらの英雄2人で任命してみます。1人は待機ボックスのメインに入れてみました。それでは押しますよ。影になりました。選択しようとすると、このファクションガーディアンは任命済みで、ガーディアンチャンバーはロックされています。とのことです。英雄待機ボックスを見てみましょう。英雄が跡形もなく消えてます。そうなんです。任命された英雄は消えて、かつ、任命した枠はもう変えれなくなります。育ててる英雄や使う予定のある英雄を絶対に任命しないでください。使わない英雄をファクションガーディアンにセットしていて、ボックスを圧迫していて嫌だなという方が利用する感じだと思っていただいて大丈夫です。無理に行う必要はありません。最後までご視聴ありがとうございました。レイドシャドウレジェンドを始めたばかりの方が周りにいらっしゃったら、こちらの動画をおすすめしていただけると嬉しいです。ライブ配信もお待ちしております。またね。